こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるーく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が、無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。今日は月11万円なら人生はそんなに怖くないというテーマでお話ししていきます。僕は今パートナーと2人暮らしで毎月の生活費を僕1人当たり11万円ほどに抑えて暮らしています。もちろん月11万円あれば何でもできるわけではありません。高級な車には乗れません。毎週のように旅行へ行くのも難しいです。欲しいものを何も考えずに買える暮らしでもありません。それでも生活に必要なお金が月11万円くらいだと人生で怖いことが少し減ります。仕事を失うこと、収入が下がること、体調を崩してしばらく働けなくなること、挑戦したことがうまくいかないこと、もちろん何も怖くなくなるわけではありません。人生では想定外のことが起こります。ただ、毎月30万円や40万円なければ暮らせない状態よりも、月11万円ほどで暮らせる状態の方が立て直せる可能性は高くなります。僕は昔、たくさん稼げるようになれば、お金の不安はなくなると思っていました。でも、収入を増やすことだけが不安を小さくする方法ではありませんでした。毎月必要なお金を小さくすることでも、人生の怖さは減らせます。今日は月11万円で暮らすようになって、人生が以前ほど怖くなくなった理由をお話しします。1、稼がなければならない金額が小さくなった。一つ目の理由は、毎月稼がなければならない金額が小さくなったことです。生活費が月30万円なら、毎月少なくとも30万円を用意しなければ暮らしが成り立ちません。月収が30万円あったとしても、生活費も30万円なら、ほとんど余裕はありません。反対に、月収が15万円でも、生活費が11万円なら、単純に考えると4万円が残ります。大切なのは、収入の大きさだけではありません。収入と自分が生きるために必要な金額の距離です。世の中では、月収が高い人ほど安心しているように見えます。でも、収入と一緒に家賃や車や買い物の金額まで上がれば、稼ぎ続けなければならないプレッシャーも大きくなります。僕はたくさん稼ぐ能力を身につける前に、少ないお金でも困らない暮らしを作りました。すると、毎月の売り上げを見るときの緊張が少し小さくなりました。今月は少し少なくても、すぐに暮らしが壊れるわけではない。そう思えるだけで、心の余裕はかなり変わります。2、仕事を失う怖さが小さくなった。2つ目は、仕事を失う怖さが小さくなったことです。仕事を失うことが怖いのは、働けなくなること自体より、翌月から生活費を払えなくなることが怖いからだと思います。家賃を払えない、食費が足りない、ローンを返せない。だから、どれだけ仕事が辛くても簡単にはやめられません。でも、必要な金額が月11万円ほどなら、その11万円を一つの仕事だけで稼ぐ必要はありません。短時間のアルバイトをする、Uber Eats のような単発の仕事をする、Kindle や YouTube など小さな収入を積み上げる、一時的に貯金を取り崩す、3万円と3万円と5万円を組み合わせても11万円になります。一本の大きな収入がなくなったら人生が終わるのではなく、小さな収入をいくつか集めてしばらく暮らすこともできます。僕にとっては大きな仕事を一本持つことよりも小さな収入源をいくつか持つ方が安心でした。一つが止まっても全てがゼロにはならないからです。3、嫌な仕事を断りやすくなった。3つ目は嫌な仕事を断りやすくなったことです。生活費が高いと多少辛くても仕事を続けなければなりません。給料が途切れると大きな固定費を払えなくなるからです。嫌な上司がいる。長時間労働が辛い。通勤だけで疲れる。
体調が悪くても休めない。それでも生活のために我慢するしかないことがあります。僕は収入を増やすことで自由になる方法ではなく、必要な金額を下げることで自由になる方法を選びました。生活費が小さければ、労働時間を少し減らすことができます。合わない仕事から距離を取ることもできます。今日は体調が悪いから休もうという判断もしやすくなります。低収入だから我慢するのではありません。低コストで暮らせるから我慢を減らせる。この逆転に気づいてから、僕にとってのミニマリズムは単なる片付けではなくなりました。物を減らすことは嫌な仕事に依存しなければならない理由を減らすことでもあります。4. 収入が下がってもすぐには暮らしが崩れない。4つ目は、収入が下がってもすぐには暮らしが崩れないことです。会社員なら毎月ほぼ同じ金額の給料が入ります。でも自分で仕事をしていると収入には波があります。Kindle がよく読まれる月もあれば落ちる月もあります。ノートが売れる月もあればあまり動かない月もあります。YouTube も再生される動画とそうでない動画があります。収入の波を完全になくすことは難しいです。生活費が大きいと少し売り上げが落ちただけで赤字になります。でも月11万円を基準に暮らしていれば、一つの収入が下がってもすぐに人生全体が崩れるわけではありません。別の収入で補う。少しだけ働く時間を増やす。一時的に支出を減らす。回復するまで貯金を使う。選択肢が残ります。収入の波をなくすことは難しくても、波に飲まれにくい暮らしは作れます。小さく暮らすことは収入の不安定さに耐えるための防波堤のようなものです。5. 休むことへの罪悪感が減った。5つ目は、休むことへの罪悪感が減ったことです。生活費が高いと休んでいる時間まで損失に見えてきます。今日働かなければその分だけ収入が減る。もっと作業しなければ今月の支払いが苦しくなる。そう考えると体調が悪くても休めません。僕も以前は動けるうちは働かなければいけないと思っていました。でもその働き方を続けた結果、長く休まなければならない状態になりました。今は午前中に仕事をして、午後はなるべく余白を残しています。調子が悪い日は仕事の量を減らします。何もできない日は休みます。これは僕の意志が強くなったからできるようになったのではありません。休んでも暮らしが成り立つように毎月必要なお金を小さくしたからです。休むためには勇気だけではなく、休んでも大丈夫な家計が必要でした。小さな暮らしは働かないための言い訳ではありません。無理をせず長く働き続けるための仕組みです。6. 失敗してもやり直せると思えるようになった。6つ目は、失敗してもやり直せると思えるようになったことです。新しいことを始めるとき、僕たちは失敗を怖がります。でも本当に怖いのは失敗そのものではありません。失敗した後、暮らせなくなることが怖いのだと思います。始めた仕事がうまくいかなかった。作った商品が売れなかった。収入源が一つなくなった。そんな時でも月11万円ほどで暮らせるなら、もう一度小さな仕事から始められます。アルバイトへ戻ってもいい。Uber Eats を増やしてもいい。一度休んでから別の方法を試してもいい。生活の土台が小さいと、やり直すためのハードルも低くなります。失敗しない人生を作ることはできません。何をしてもうまくいかない可能性はあります。でも、失敗しても終わらない暮らしは作れます。僕は人生に絶対成功する方法を用意したのではありません。失敗しても戻ってこられる場所を小さな暮らしによって作りました。7. 将来の不安を計算しやすくなった。7つ目は、将来の不安を計算しやすくなったことです。老後や将来のお金が怖いのは、いくら必要なのかわからないからです。1億円必要かもしれない。働けなくなったら終わるかもしれない。なんとなく大きな不安だけが残ります。でも、今の生活費が分かっていると、将来必要なお金も少しずつ計算できるようになります。もちろん、
将来もずっと11万円で暮らせるとは限りません。物価も上がります。医療費や介護費が必要になるかもしれません。家電の故障や引っ越しなど大きな支出もあります。それでも毎月40万円必要な暮らしと月11万円を基準にした暮らしでは備えるべき金額の規模が違います。将来の不安を小さくする方法は未来のお金を増やすことだけではありません。未来の自分が必要とする金額を小さくしておく方法もあります。ミニマリズムは今を身軽にするだけでなく未来の必要額まで小さくしてくれます。8、人と比べる必要が減った。8つ目は人と比べる必要が減ったことです。自分に必要な暮らしのサイズがわからないと他人の生活が基準になります。広い家に住んでいる人、高級な車を持っている人、毎月旅行へ行っている人、たくさん稼いでいる人、それを見るたびに自分には何かが足りないような気持ちになります。でも僕は月11万円ほどで自分が心地よく暮らせると分かりました。静かな部屋がある、コーヒーを飲める、本を読める、パートナーとゆっくり話せる、午後に少し余白がある。これだけで僕の暮らしは十分に成り立っています。月11万円という数字は我慢の上限ではありません。僕が心地よく暮らせる基準です。自分の基準が決まると他人の年収や持ち物は自分とは別の世界の話になります。その人にはその人の暮らしがあります。僕には僕の小さな暮らしがあります。9、お金を稼ぐことが義務から選択肢に変わった。9つ目は、お金を稼ぐことが義務から選択肢に変わったことです。生活費が足りなければ、働くことは義務になります。もっと稼がなければならない。休んではいけない。売り上げを落としてはいけない。でも、生活費を十分に払えるところまで稼げていれば、それ以上のお金については自分で使い道を決められます。もっと働いてもいい。休んでもいい。貯金や投資に回してもいい。旅行に使ってもいい。パートナーとの時間を増やしてもいい。生活費を小さくしたことで、お金を稼ぐことが終わりのない義務ではなくなりました。必要な分を超えた先では、働く量を自分で選べます。僕はできれば80歳くらいまで好きな仕事を続けたいと思っています。でも、一日中仕事に追われたいわけではありません。午前中に少し働いて、午後は自由に過ごす。そんな働き方を続けるために、暮らしを大きくしすぎないようにしています。ここまで月11万円なら人生が怖くなくなった理由をお話ししました。ただし、月11万円で暮らせれば、何が起きても絶対に大丈夫という話ではありません。病気になることもあります。家電が壊れることもあります。突然、引っ越しが必要になるかもしれません。税金や保険料など、毎月の生活費とは別に必要なお金もあります。だから、小さく暮らしながらも、想定外のための現金や予備費は必要です。公的な制度について知っておくことも大切です。小さく暮らすことは何も備えずに生きることではありません。毎月の固定費を小さくしながら、想定外の出来事を受け止められる余白を残すことです。ギリギリまで切り詰めて、常に不安な状態では意味がありません。無理なく続けられて、少し余裕も残る。それが自分に合った小さな暮らしだと思います。僕は昔、たくさん稼げる人になれば、不安がなくなると思っていました。でも、収入が増えれば、暮らしも大きくしたくなります。広い家へ住む。便利なものを増やす。生活水準を上げる。すると、さらに大きな収入が必要になります。それではいつまで経っても安心できません。僕が少し安心できるようになったのは、何があっても稼げる自信がついたからではありません。月11万円ほどあれば、今の暮らしを続けられると分かったからです。仕事を失っても、すぐに全てが終わるわけではない。収入が落ちても、少し調整すれば暮らしていける。失敗しても、小さな仕事からやり直せる。体調が悪い日は休んでもいい。もちろん人生から不安が完全になくなることはありません。でも自分が生きるために必要な金額を知っていると
正体のわからなかった不安が少しだけ小さくなります。僕は月11万円という小さな暮らしによって人生を完全に攻略したわけではありません。ただ、人生に失敗してももう一度やり直せる場所を作りました。最後に今日の話を一言でまとめるなら、たくさん稼げることより少ないお金でも暮らせることが僕にとっての安心でした。月11万円なら人生はそんなに怖くない。僕は今、そんな風に思っています。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。もしこんな暮らし方や考え方に共感していただけたら、概要欄も覗いてみてください。Kindle では40冊以上の本を書いています。ラジオでは話しきれなかったことを文字で読むラジオとして残しています。また、田中クラブという小さなコミュニティも始めました。小さな暮らしの話、人生戦略について、一人ビジネスについてなど何でも話せます。興味がある方は概要欄でご案内しています。それではまた次のラジオでお会いしましょう。ミニマリスト田中でした。バイバイ。